生活のストレスレベルを下げる。手洗ったり、顔洗ったり、マウスの上にリングがエナジースコアっていうのが分かりまして、Apple Watch よりもさらに細かく。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、2月14日発売の Galaxy Ring。こちら数日使ってみたので、実際に付け心地だったり、使い心地どうなのか、いいところと微妙なところ、それぞれメモしたので、順番に紹介していきます。Galaxy Ring 迷ってる方はぜひ参考にしてみてください。ということで早速やっていきましょう。まずこちらの Galaxy Ring、知らない人のために紹介すると、Galaxy が新しく発表した指輪型の健康トラッキングデバイスになります。今回これ借りてるのがチタニウムゴールドのカラーになります。チタニウムゴールドに関しては唯一の光沢があるタイプですね。他のチタニウムブラックとチタニウムシルバーに関してはマットな素材になってます。アクセサリーをゴールドで固めてるっていう人はかなり自然につけられる指輪になってると思います。で、今回ね、サイズがちょっと合うものがなくて、小指にしかつけられないんですけども、小指につけると、大体こんな感じのデザインですね。で、こっち他のメーカーのスマートリングなんですけども、シルバーとゴールド比べるとこんな感じ。実際につけてみた感想としては、やっぱ男の人だとシルバーの方が合いますね。女性の方はこっちのゴールドとか全然ありだと思います。こんな感じですね。で、こちらの Galaxy Ring 充電方法に関しては、こちら専用の充電ケースがありまして、こちらにリングをはめ込むことによって充電ができます。しかもね、こちら内蔵バッテリーが入ってまして、これ単体で充電することもできます。これ自体を充電するときは USB-C の端子で充電する形です。ということで、じゃあこの Galaxy Ring 実際に使ってみて良かったところから紹介していきます。まず一つ目はエナジースコア、睡眠スコアが数値で見れるのがいい。今ね、僕が使ってるこちらの Apple Watch とかも睡眠トラッキングっていうのはできるんですけども、睡眠のトラッキングで深い睡眠は何分、浅い睡眠は何分で、目が覚めてる時間が何分とか、そういったものは数値で見れるんですけども、この睡眠がどのくらい良かったのかっていうのは数値化されないんですよね。なんですけど Galaxy に関してはこんな感じです。深い睡眠、浅い睡眠、そしてレム睡眠、非睡眠状態っていうのは見れるの。これ Apple Watch と一緒なんですけども、睡眠時間、体力回復度、安眠度、精神回復、睡眠サイクルといった感じで、この Apple Watch よりもさらに細かく睡眠トラッキングをしてくれます。しかも睡眠スコアもこんな感じで出るので、自分の睡眠がどのくらい良かったのかっていうのをチェックすることができます。これがね、この Galaxy のトラッキングのいいところだと思いました。で、さっき言った通り、睡眠だけじゃなくて、エナジースコアっていうのが、この Galaxy Ring を使うと分かりまして、エナジースコア83。前日と比べるとプラス6上がってます。で、エナジースコアの要素、睡眠は非常にいいとか、前日の活動はちょっと注意が必要とかっていうのが細かく分かります。なのでこのエナジースコアが低い日に対してはちょっと無理するのやめようかなとか、そういった体の体力ゲージみたいなのが数値化できるので、これが個人的にかなり嬉しいと思います。それこそね、20代とかあんま気にしないでいいと思うんですけども、30代、40代とかになってくると、そういった無理するとね、体に良くないので、こういったものを普段からチェックできるっていうのはかなりいいと思いました。2つ目に関しては血中酸素濃度、そして皮膚温度を寝てる時間全て見れるっていうことです。Apple Watch に関しても皮膚温度、血中酸素濃度っていうのは測れるんですけども、この皮膚温度に関しては1日寝てる間に睡眠モードをポチッと押して寝ることによって、起床時か睡眠時どっかの1回だけの分しか測れません。ただこちらの Galaxy に関しては睡眠中の皮膚温度、こんな感じでグラフが出てるんですけども、寝てる時全部皮膚温度っていうのを検知してくれるので、皮膚温度の流れを見たいとか、そういった時はこの Galaxy の方が優れてると思いました。血中酸素レベルもしっかりと確認することができます。なので睡眠中のトラッキングっていうのはこの Apple Watch よりもこの Galaxy Ring の方が圧倒的にチェック項目っていうのは多いと思います。3つ目に関してはストレスレベルがわかります。こちらもね、1日中ストレスレベルをチェックすることができて、1日を通してどのぐらいストレスレベルが高かったのかとか、そういうのを見ることができます。日付順にもできますね。なのでこういった日々のストレス、例えばね、会社に行ってる時に上司から怒られてる時のストレスレベルとか、そういったのもね、こちらでわかると思うので、そういった楽しみ方もあると思います。どのくらい役に立つかわかんないんですけども、1週間2週間と計測しておくと、こういう生活をすればストレスがあんまりたまらないのかとかっていうのが分かってくるので、生活のストレスレベルを下げることができます。なのでそういった点がいいポイントですね。4つ目に関してはバッテリー持ちがいい。今回2日から2日半ぐらいこちらの Galaxy Ring 使ってるんですけども、現時点のバッテリー残り残量は 62% なので 38% しか使ってません。これのかける 2.5 っていうとだいたい6日から7日ぐらい持つと思うので、バッテリーのこの持続
力時間っていうのはかなり高いと思います。Apple Watch とかだとね、持って2日くらいなので、全然違いますね。なので、消費電力が少ないっていうのが、このスマートリングのいいところだと思います。5つ目に関しては、ダブルタップでの写真撮影ですね。この Galaxy リングを使うことによって、カメラのシャッター、リモートシャッターとして使えます。本当はね、人差し指とつけて、ダブルタップでやるんですけども、今小指につけてるので、親指とダブルタップしてあげると、今、シャッターが切れました。こんな感じの、ちょっと便利な機能もあります。ただ僕はこれあんまり使わないですね。人によっては嬉しいと思います。続いて6つ目、お気に入りの時計がつけられるっていう点ですね。高級時計を持ってる人とか、お気に入りの時計がある人っていうのは、普通の時計とスマートウォッチ2個つけてたらかなり変だと思うんですけども、こういうリングだったらね、普通の時計つけながらでもアクセサリー感覚でつけられるので、健康のトラッキングがしたいよっていう方にかなりぴったりなデバイスになってると思いました。という感じで、いいところはそんな感じですね。続いては微妙なところ行きましょう。正直ね、ちょっとこれ3日ぐらい使ってたんですけども、結構、ここちょっとなーって思う点が多かったです。まず1つ目が、リングの圧迫感が個人的にきついです。これは人によると思います。僕はね、普段からあんまりリングをつけることがないので、そう思うかもしれないですね。ただ、普通の指輪と比べて、分厚さがあるのと、幅もあります。なので、肌に接触してる面がかなり大きくなるので、指への負担っていうのは結構でかいですね。それこそ、今こっちの銀色のやつ、これ Amazon でなんか安いのを買ってみたんですけども、1日つけた後に1回外すともうここの指に跡がついちゃうぐらい、指をちょっとずっと握られてる感覚みたいな感じがあって、その圧迫感がね、結構個人的には感じましたね。ただ、これは長時間つけてくるともしかしたら慣れるのかもしれないです。あくまで参考程度に。続いて2つ目に関しては、1日中つけてるのが厳しいかもっていうことですね。これなんでかっていうと、さっき言ったね、この圧迫感っていう関係もしてるんですけども、それ以上に関係してるのが、例えば生活してる時に水使うと思います。手洗ったり、顔洗ったり、シャワー浴びたり、そういった時多いと思うんですけども、今これきついサイズつけてるんですけども、ちょっと緩いサイズで使うと、手洗ってる時の石鹸ですごいね、緩くなって、洗面所に落としちゃうかもみたいな、ちょっと怖さがあるのと、あとは手を洗った後にタオルで水拭くじゃないですか。その時にリングの内側の水分が拭ききれない感じで、なんかちょっとね、気持ち悪さがあります。なのでそこがね、ちょっと、きついかもなーって思った点ですね。で、あと、今回はあんまり気にならなかったんですけど、昔オーラリングを使ってた時に、人差し指につけてこうやってうがいする時とかね、水手のひらに溜めると思うんですけども、そういう時にここの隙間から水がジャボーって出ちゃう。人によってはそういったこともあると思います。それは今回特に感じなかったかな。で、あと洗顔の時ね、これ結構女性の方とか気になると思うんですけども、洗顔の時にこれつけながら洗顔すると、ここのリングの部分が肌にゴリゴリ当たって、これあんまり肌に良くないんじゃないかなっていう感じで思いました。洗顔とか手洗う時とかっていうのは外した方がいいかもしれません。それちょっとめんどくさいですね。ウォッチだったら手洗う時も髪洗う時も全然干渉しないので、ウォッチはね、結構完成されてるんじゃないかなって改めて今回リングを使ってみて思いました。続いて3つ目に関しては、物に干渉することが多いっていうことです。例えばね、パソコン。これ右手人差し指につける時、かなり気になると思うんですけども、普段からこんな感じでマウス操作します。ただこのリングを人差し指につけることによって、マウスの上にリングが干渉します。これでちょっとね、マウスが使いづらいので、パソコン使う人は右手人差し指につけるのはあんまりお勧めしないです。パソコン使わない人でもスマホにこのリングが干渉しちゃうので、スマホとかマウスを使う手の人差し指に使うっていうのはあんまりやめた方がいいと思います。なので、個人的にはこっち、左手の人差し指につけるのがおすすめです。そういう場合だったら、こんな感じでキーボードタイピングしてる時とかは全然気にならないので、左手につけるのが個人的におすすめですね。で、あとこれはね、もうしょうがないっていうのが、ダンベルに当たります。筋トレしている人をこうやってダンベル握りながらね、筋トレすると思うんですけども、こうやってダンベルを握るときにリングが当たってます。金属製のダンベルとかだと結構カチカチ音がするのと、握り心地もあんまり良くないので、筋トレする人にとってはこのリングは良くないですね。絶対ウォッチの方がいいと思います。ただ、ランニングとかであれば、全然こっちのリングでも問題ないと思います。続いて4つ目、これも筋トレ関連なんですけども、トレーニングの自動検出がウォーキングとランニングのみになってます。この Apple Watch とか、あと Galaxy Watch も筋トレとかしてる時に関しては自動でワークアウトを検出してくれて、ポチッと押せば記録が開始されるんですけども、この Galaxy リングに関してはそういった機能はウォーキング、ランニングのみになってます。なので最初、初日これつけて筋トレした時は全然トラッキングされてませんでした。実際2日目はこのスマートフォン上からトラッキング開始したんですけども、そういう場合はしっかりとワークアウトの記録ができてます。トレーニングの合計時間、トレーニング中のカロリー、そして総カロリーが出てる感じですね。ただここからどんぐらいの心拍数だったのかっていうのは
ちょっと見れないのかな、もしかしたら見方が違うだけかもしれないので、見る方法あればコメント欄で教えてください。そんな感じで筋トレのワークアウト記録とかには、このギャラクシーリングは向かないと思います。これリング全般多分そうかもしれないですね。なのでそこが残念ポイント。で、あと最後、筋トレ時の心拍数がモニタリングできないっていうことです。僕ね、この Apple Watch とか、あと Galaxy Watch とか使ってる場合に関しては、筋トレで追い込んだ後に心拍数を見て、どんぐらい負荷がかかってるのかとか、あとは心拍数がちょっと下がってから次のレップ始めようみたいな感じになるんですけども、この Galaxy リングに関してはまず画面がないです。リング型なので。なのでスマートフォン上からこれ見ないといけないんですけども、これウェイトマシーンで筋トレ始めます。そうするとこんな感じで筋トレの時間、カロリーっていうのは出るんですけども、これ心拍数が出ません。ウィジェットとかもね、いろいろ探してみたんですけども、多分表示するデータカロリーと時間しか出てこなくて、これ多分表示できないですね。なのでそういった心拍数のトラッキングができないし、筋トレ中のデータっていうのがちょっと少なかったので、筋トレとかにはちょっと向かないかなっていう感じで思いましたね。で、最終的に一番これ微妙だなって思ったのがやっぱりつけ心地ですね。やっぱりリングは僕には合わなくて違和感がすごい。あと指が苦しい。なのでちょっとこれはね、実際に店舗でつけてみてどうなのかっていうのは試してから買う方がいいと思います。なので僕はね、こっちのやっぱウォッチ派ですかね。ギャラクシーリング、約3日ぐらい使ってみたんですけども、ちょっとね、これは生活によるのかな。それこそね、睡眠トラッキングの精度とかに関してはやっぱり腕よりも指の方が精度が高くトラッキングできるので、睡眠トラッキング目的とか、あとはウォーキング、ランニングをする人とか、あとは日々のエナジースコアとか、そういった健康系のデータを数値化した人っていうのは結構このギャラクシーリングありだと思います。ただね、これ値段が結構高くて、このギャラクシーリングが63,690円で、ギャラクシーウォッチ7に関しては57,200円で購入することができます。個人的にはやっぱりこのギャラクシーリングよりもギャラクシーウォッチの方が断然おすすめかな。で、ギャラクシーウォッチをね、今買おうか迷ってるんですけども、ちょっとね、要望としては Apple でいうミラネーゼループみたいなやつ。これめっちゃつけやすいんですよね。こんな感じで普段充電しといて、腕を通して磁石をこうやって引っ張るだけで貼り付けて、すぐにウォッチをつけられるっていうバンドがあって、これがね、ギャラクシーでも出てほしいなと思います。そうしたらね、もうギャラクシーウォッチすぐ買う。社外製とかだとね、枕に引っかかるので、できれば純正で出てたら欲しいなっていう感じですね。という感じで今回こちらのギャラクシーリングデビューしてみました。結構辛口になっちゃったんですけども、人によると思います。できれば一回店舗で試着してみるのがいいと思います。オーラリングとかそういったものと付け心地に関しては大体一緒なので、そういったスマートリングが合うか合わないかですね、結局。スマートリングが合う人だったら全然付け心地も問題ないと思うし、ぜひ今紹介したいいところ、微妙なところを全体的に考慮して買うか買わないか選んでみてください。実際にこういったスマートリング使ったことある人はよかったらコメントで感想を教えてください。以上、ギャラクシーリングのレビューでした。バイバイ。